皆さん、こんにちは。小松です。今回は、シャドウ吹き地の固定工具を新しく作ってみたので、紹介したいと思います。小松の動画を見ていただいている方はご存知かもしれませんが、今まで、小松はシャドウ吹き時に、このような回転台座にバイスを乗せただけの即席工具を使っていました。これで適宜位置合わせをして、シャドウ吹きを行っていたわけです。ただ、これ、重量もあって机にセッティングするだけでも、大変、なかなか直感的にいい位置にパーツが来ないなど不便も多く、結局左手で持ってやった方が楽じゃんとなってしまいました。もっと楽にならんのかいと購入してきたのがミスター猫の手に。パーツを保持するためのものですが、シャドウ吹き用の工具にならないものか。内容はアルミパイプ2本、マグネット固定用の板金とジョイント関係、リード線にクリップですね。これらを組み立てて使えるかどうか試してみたいと思います。1500円程度で安いし、軽いし、割と自由に位置を移動できそうなので、これでできれば安上がり。ちょっと塗装するときを想定して、アルミパイプの位置を調整しながら組み立てます。組み上がったので、猫の手を取り付けます。意外といいのでは？ここで、ちょっと課題が一つ。これ自身が軽すぎて回転台に置くだけでは滑ってしまいますね。回転台に板金をグルー固定して対策します。いいんじゃないの？以前よりも軽くて、かつかなり思ったところに、パーツの位置を持ってくることができます。実際に塗装をしてみます。あれ、リード線でのパーツ固定では、エアブラシのエア圧に耐えられず、すごく振動しますね。これでは、溝に線を入れたくてもブレてしまうではないか。これはダメだ、ということでまた、別の作戦を考えることにします。買ってきたのが、スマホなどを自動で動かす自動運台というやつです。だいぶ怪しい Amazon の中華製品。付属品はこんな感じ。今回はリモコンしか使いません。リモコンもなかなか。まさかの伸縮アンテナ付きです W。そして、この、やたら小さい電池入れはなんだ？ 23A という刻印があります。どうやら、そういう電池があるらしい。買ってきました。12V が出る乾電池らしいです。普通は 1.5V なんですが、なぜ、普通の電池にしてくれないのか。ボタンを押すと LED は点灯しますね。まずはリモコンは動くっぽいと。自動雲台それ自体は USB ケーブルからの給電が可能です。動作不良も覚悟しての購入でしたが、ちゃんと動いていますね。速度も何段階かで調整可能です。動作は問題なさそうなので、この雲台にパーツが固定できるように改造を施したいと思います。スマホの固定パーツを取り外します。これは、ネジを外すだけなので簡単。ドライバーも不要です。さらにアームも外してみます。これは、六角ネジで1箇所固定されているだけですね。シンプル。まあ、この方が色々いじれそうなのでいいんですけどね。ネジ穴に、こんな感じで竹串を刺して固定できないかな。これが簡単に固定できれば、うまくいきそうな気がします。ただ、旋盤や 3D プリンターでチグを作るのはすこぶる面倒。そこでジャストアイデアですが、先ほど失敗した猫の手にから一部パーツを取り出して使うことにします。このアルミパイプを電動雲台のアームの長さくらいにカット。
これを先ほど取り外したアームと結束バンドで合体させます。ちょうどアームには補強リブが立っていて、このアルミパイプが固定できるので好都合です。別にグルーガンや接着剤で留めてしまってもいいと思いますが、結束バンドお手軽ですしね。便利なので長さ違いの結束バンドを一式揃えています。パイプの固定ができました。ここに先ほどの猫の手パーツを1個取り付けます。リード線が長すぎるのでカット。ここは真鍮丸棒などに置換した方が強度は出そうですね。再び六角ネジでアームを固定します。これで完成です。おっと、これは実に簡単。当たり前ですが、問題なく動作します。ある程度力があるので、パーツくらいであれば問題なく保持できるようです。一応 500g までは動かせるみたいなので、ガレージキットでもそこそこいけそうな感じです。塗装作業なので、汚れ防止のためにフィルムでカバーしておきます。使うのは100均のシャワーキャップ。これをできるだけたるみが出ないように包みます。このシャワーキャップもなかなか良くて、大きな面をマスキングする際に、これでパーツを覆ってやると簡単マスキングが可能です。耳だけを覆うキャップもあって、これは小物パーツに使えて便利です。回転部にもシャワーキャップをもう一つ使って汚れ防止。クリップ部はさすがにカバーしてしまうとパーツ保持に支障が出るので外出ししておきます。これで完成です。ほぼ一周回転でき、垂直方向も90度以上回るかな。とりあえず必要な角度が確保されているので問題なさそう。早速吹いてみます。リード線を短くしたのが良かったのか、特にビビることもなくシャドウ吹きが可能。ちなみに私は 0.3 から 0.4MPa くらいで塗装をしているので比較的圧は強めです。圧高すぎって言われるんですけどね。粒子が細かくなって綺麗に塗装ができる気がするんですよね。電動化することでパーツにうっかり触ってしまうリスクもなくなり、位置合わせもやりやすくなりました。ちょっと欲を言えば、作業の際に両手でエアブラシを持ってできるだけブレないようにしているので、動かす際は一度エアブラシを置かないとダメな点ですね。このあたりはフットペダルなどで移動できるようにしてみたいところですが、そんな器用なことができるかと言われるとマジで自信ない。まあ、そのうちやってみるかもしれません。この応用で戦車や戦艦などの組み立て、塗装をするための工作台などを作ることもできそうですね。微細に動かすことができれば、エッチングパーツの接着などに使えそうなんですよね。ちょっと重量課題がありそうなので、この機器では無理、ステッピングモーターなどを使っていかないと無理かもしれませんが、作業効率が上がりそうなので検討してみたいと思います。では今回はここまで。使った商品や部品などは説明欄に記載していますので、作ってみたい方は簡単なので、ぜひお試しあれ。また、この塗装台を発展させた際は動画で紹介していきたいと思います。